안녕하세요. 이영욱입니다. 今日はなんとフライドチキンを作ります。フライドチキンともう一つは皆さんよく知られている名前としてはスノーチキンっていうものでチーズチキンがあります。ちょっぴり甘くてあっさりしたチーズの粉末をたっぷり振って食べる、すごい人気ですよね。今日は基本になるフライド、韓国のフライドチキンとチーズチキンを皆さんに紹介したいと思います。시작합니다。じゃあまずお肉を下味をつける液を作ります。ものすごく大事ですね。ここが一番大事かもしれません。まず牛乳が必要です。これにレモン半分を全部絞ります。これで触らずに7分ぐらい置いておきましょう。7分経ちました。こういうふうに見てみると若干ヨーグルトになりかけている、飲むヨーグルトぐらいの、緩やかさですね。じゃあここに下味になる調味料を入れていきます。最初は塩なんですけど必ず味塩を使います。ニンニク入れます。生姜ですね。本当はニンニクも生姜もパウダー状になっているものが一番いいんですね。この生姜とニンニク、こういうものは揚げる時にちょっと焦げる心配がちょっとあるんですけれども、皆さんパウダーはなかなか手に入らないというか、こちらの方がちょっと手に入りやすいかなと思って今日はすりました。チリパウダー、細かい粉末を入れます。胡椒を、黒胡椒でも塩胡椒でもいいのでこれぐらい少し入れます。これを軽く混ぜてください。じゃあ下味の液体完成です。じゃあ次はお肉ですね。今日はちょっといっぱい作りたかったので、お肉なんと全部合わせて 1.3 キロほどあります。1.3 キロ。まずこれは手羽元ですね。手羽元今日は4本。手羽元はこれはね、火がすごく通りにくいんです。この骨付きは皆さん気をつけてやるんですけど、この真ん中に骨があるのご存知ですよね。この骨の骨の横側に包丁をちょっと入れてください。こういうふうにすると火の通りもいいし、味がすごく染みやすくなりますし、もう一ついいところはここに溜まっている可能性のある血液が出てくるので血抜きにもすごくいいと思います。じゃあこれも同じです。真ん中にこれは一直線で1回だけ入れてください。じゃああとはもも肉ですね。やっぱり脂身が結構ついてますので、包丁でもいいんですけどハサミがすごくやりやすいと思います。こういうふうになりまして、で半分縦に切ってください。この芯のところ、あとはこのまま揚げるとかなり太くなりますので少しだけ切れ目を入れてあげてください。あんまり深くならなくてもいいので切れ目を入れると横にお肉が広がりますね。だいたいこれを3等分にしましょう。
3時間、できれば一晩置くともっといいですね。チキンも待ってる間にこれチキンをこれから作ります。皆さん知りたい方多いですよね。とても簡単ですごい美味しいチキンができますので見ててください。じゃあまず大根ですけど好みで切ってください。大体1センチもうちょっとぐらいでいいと思うんですが、今日は 800g の大根をする予定なんですけど、大根だけ 800g 準備してもいいですが、ちょっと色をつけたりきゅうりも食べたい方のためにきゅうりも入れます。とにかく大根だけ800でもいいし、きゅうりと合わせて800でもいいのでグラムを合わせたら大丈夫です。チキンの素です。水、リンゴ酢、塩、砂糖、沸かしてください。塩と砂糖が全部溶けたかどうかを見てください。沸いても溶けない場合があるので混ぜたり鍋をゆすいだりして溶かして、全体が沸いたらすぐ火を止めます。この熱い状態をそのままここにこれで OK です。これで2日ほど冷蔵庫にタッパーに入れといてください。今はこの水分が上まで来てないんですけど、これが後から大根ときゅうりから水分が出てきて上まで浸かるようになりますので、それまでにはだいたい2日ぐらい冷蔵庫に密閉して入れておいたら美味しくなります。パウダーを作っていきます。パウダーの材料ですね。まずは薄力粉を準備しました。入れます。次がコーンスターチ、次がベーキングパウダーです。味塩です。チリパウダーです。若干辛めですね。袋に入れて振ってもいいですね。こういうふうにする場合はしばらく混ぜてあげてください。胡椒入れるの忘れました。少しなんですよ。まだしばらくになります。油に火をつけます。あんまり最初から強火にならんようにしておいてください。で、油がニンニク味が出てくるように大きい2粒をスライスして一緒に入れてあげてください。じゃあお肉が下味がちゃんと入ってると思います。時間になりましたのでこれをざるにあげます。じゃあ先に作っといたこのパウダーで100じゃなくて 80g を取ってください。ここに 140g の水を入れます。これをよく混ぜてください。じ
さあこれから揚げていきます。本番ですね。お肉はどれから揚げていこうかな。骨付きからいきましょうか。骨付きと骨がないものはちょっと揚げる時間が若干違いますので分けて揚げましょう。液を切ってください。それをパウダーに入れます。軽く混ぜてください。優しくしてくださいね。じゃあ次は油の温度を確認してから入れます。ちょうどいいですね。このように液体を入れてしばらくしてから上がってくる。すぐ上がってきたら温度が高いということですね。だいたい123とか124とか皆さんよく言いますけど、それぐらいのレベルでいいと思います。入れていきます。あんまりたくさん入れない方が美味しくカリッと揚がるコツなんですね。今日は5つ入れましたけれども、だいたい5、6個ぐらいでちょうどいいかなと思います。でこの時点で今チキン入れて3分過ぎたとこです。この時点でニンニクを足してください。これ後で一緒に食べたい。これも美味しい。ふっくらして上がってますね。大体5分ぐらい過ぎました。結構色がついてきてますね。こういう時に手羽先は大丈夫なんですけど、手羽元がやっぱりこう火が通りがちょっと心配だったりしますね。そういう時にしっかり取り出してもいいです。もう一回骨を中心に両サイドに包丁を入れます。中まで火が通りやすくなる。水分を切ったお肉をベタの中に入れてください。これをもう一回ザルにあげて、1分ぐらい待ってくれてもいいです。じゃあこれをパウダーの中に入れて軽く混ぜてあげてください。大体で10回から12、3回ほどこういうふうに下から盛り上げるような形でこうやってあげるといいですね。油の温度は180、175から180の間がいいんですけど、温度計がない場合はこういうふうに落として、これちょっと強いですね。すぐ上がってくるものは強いので火を止めて少し待ってあげてください。大丈夫ですね。こういうふうに温度がなりましたら入れます。
から3分ほど経ちました。軽く初めてお肉を触ってあげてください。この時点でニンニクは取ります。6分になりました。結構美味しそうな色がついてきました。さあ、チキンが揚がりましたので、皆さん、私らはこれをチーズチキンって言うんですけれども、よくプリンクルとかスノーチーズとかよく言われてますよね。これはどこで手に入るんですか？これは手に入らんのやと思います。入らない。美味しそう。韓国まで行かないで。そうです。韓国に行って買ってこないといけません。のせますよ。さあ、今日はトマトと一緒に食べます。美味しそう。一口でいけますか？いける？よっしゃ。今日はね、フルーツトマト甘いよ。じゃあ、これはタイムを飾ってみましょう。で、そこに女の手作り。いきますよ。すごいボリューム。何人前？一人前。リーさん一人前。じゃあ皆さん、これで完成しました。ちょっと時間が長かったんですけど、ちょっと今からこれを主人と2人で食べてみたいなと思うんですけど、どうですか、アッパ？はい、喜んで。喜んで。じゃあ、そしたらコーラを入れて、あ、チキンムーもあります。チキンムーと一緒に味見っていうか、2人で全部食べる前には終わらないと思います。はい、じゃあ皆さん、後ほど。